はい、始まりました。今日は久々に78の卓のやつはいやっていこうかなと思いまして、はい、78の卓のやつ結構うちのチャンネルだと人気なんですけど、はい、あんまやってなかったんで、いわゆるあれですね、お外で遊ぶ場合のはい、一番多いレベル帯というべきかな。そうですね。だから、本当はもっとやっていった方がいいと思うんですけど、はいはいはい。今日はやらせていただきますんで、はい。しかも新しいですよね、このカード。逆に言うとね、このはい78のところってね、はい、新しいカード紹介していかなきゃ多分しょうがないと思うんだよね。で、新しいカードをなるべく78に持ってって、うんうんはい、紹介していこうかなと思うんですけど、はい今日は最短された研究者メーレクちゃんです。はい。こいつメーレクやろうかなってふと言ってたんで、はい。結局やることになりました。ちゃんとやってくださいね。はい、はいこいつトートして買ったらデッキ作れそうなんで150円で作れます僕だけまず能力説明させていただくんですけども、こいつは EZ です。はい。5マナ XX パワータフネスは墓地にあるインスタントやソーサリーの数の2倍、2倍っすよ、はい。の数に等しい。はい。で、各ターン内のあなたの1つ目のインスタントソーサリーが唱えるコストが3コス少なくなる。無色。2倍なのはいいんだけどね。はい。だからゼロだと即死するっていう。いやー、出た瞬間に。うんうんでも想定されるタクとしてはダウシーは一応出てる状態から後から出てくるじゃないですか。そうだね。だから一応ちょっと残ってる可能性がありますから、はい、一応ちょっと生き残る可能性ありますよね。はい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 、そうですね。はい。忍耐されるとなんか急に死ぬっていうなんか珍事が起きるんだけどまあ一応打ち消すしかないですね。そうですね。はい、で、どんなプランでこいつをやっていくかっていう感じなんですが、まず魔物コストが重いじゃないですか。重いですだからね。とにかくちょっと遅いレンジにしなきゃいけないということで、まず打ち消しを、はい、とにかく15枚ぐらい、はい、大量に詰め込みます。いわゆるヘビーコントロール的なそうですね、勢いの枚数にはなりますと、だいぶ後ろのレンジになってくると思いますんで、はい、でちょっと時間を稼ぎまして、はい、23ターン経ちましたら、フォーチュンとか打っていただいて、はい、墓地を肥やしたいじゃないですか。そうですね。はい、なのでこのデッキ、はい、まさかの打ち消しは貴重には使わないです。そうです。もうどんどん入ってってはい、フォーチュンとか意外な授かり物、はい、みたいなカードを売って、ちょっといいカードが1枚あったんですが、はい、先祖の物語というなんかよくわかんないカードをよくわかんないカードですね、これ確かにね、はい、全く思考の外にありましたこのカード、はい、でこれ4マナのソーサリーなんですけども、はい、手札にあるカードの枚数が最も多いプレイヤーよりも手札にあるカードの枚数が少ない各プレイヤーは、その差に等しい枚数のカードを引く。あ、なるほどね、はい、単純に引くだけね。だから引くだけです。はい、捨てる行為はないのね。ないですね。ないです。なるほどね。はい、なんですが一応手札少なくなるはずなんで、これを一応フォーチュン系として一応入れたいなっていうなるほどね、はい、出てれば1コスでこれ打てますんで、そうですね、はい、そこがでかいと、はい、これいいんじゃないかなと。で例えば墓地を肥やしつつ、ドローしていくカードっていうのも入れたらいいんじゃないかということで、はい、3コス軽減できる兼ね合いで言いますと大勝ちっていう、はい、いわゆるルーティンして本物出すカード、これめっちゃ強いですね。はい、3コス下がってたらまさかのまだ増える上にハンドがやばいですね、回転するっていうね。さらに墓地を超えちゃうっていうね。これもう一個いい点がありまして、はい、コスト軽減されてなくても、例えば4コスぐらいで止まってる盤面っていうのが結構ありますからね。ありえそうなんですよね。なんでそれでこれを打ってもいいんじゃないかっていう。そうすると普通に6マナまでは最低でもジャンプアップするから、はい、命令出せると、はい、命令出して守る動きを取れれば最高ですよね。そうですね、はい、でその墓地肥やす関係でいうと嘘か誠かみたいな、はい、呪文もかなり相性がいいですね。さすがに1マナで2枚か3枚手札に加わるんだったら強いでしょう。強いですよね。しかも墓地なんか落ちてるしみたいなパワー上がっちゃってそういいですよね。でそんな感じでドローしていただいて、それも結構入れなきゃいけないですかね、枚数を。結構な枚数入れないと回らないと思いますね。はい、で次は横揺れの地震、はい、このカードがかなり強く使えるんじゃないかということで、そうですね、このデッキ多分、はい、このスイープ系の呪文が
一番キーポイントなってきますよね。になってくると。はい。横揺れの地震計の呪文が何枚かあります。4、5枚あると思うんですけど、はい、それを3軽く打てるので、はい、相手のライフを削りつつ、盤面を流しつつ、強化もしつつ、で殴っていける。そうですね。ということで、序盤にもちろん出てない状態で打ってもいいですし、そうですね、流していきますから、そうですね、かなり強く使えますよね。はい。あとはもし出てれば、ミジウムの迫撃砲っていう対戦相手の盤面だけ4点オールっていうのが3マナで打てちゃう。さすがに3マナで打てたら強いでしょう。強いですよね。はい。で、あとは超熱の合流点。はい。これの場合は出てても出てなくても結構強いカードですよね。確かに確かに。相手のライフも削れて、盤面を1点流せるっていうことで。このデッキの場合はほとんど盤面流すのに使うか、押して遅れてる場合はアーティファクト破壊するものに使うと思う。確かにそれもありえますよね。はい。かなり相性がいい感じになります。で、そんな感じになってきまして、どうやって勝っていくかっていう話なんですが、そこからその状態で追加ターンを打ちます。はい、なんとこの追加ターンが2コスで打てちゃうっていうと思ってそうですね、はい、時間操作とか5マナじゃないですか、はい、でこれ追加ターン2コスで打ってまた殴るのみたいなちょっとこれはねまだやってみてないんで、はい、打点が何点ぐらいになるのかっていうのは分かんないですけどね、はい、ちょっとあくまで想定なんですけど、はい、スーパンで沈められるぐらいになるんじゃないかと思ってるんですよね。だって4枚落ちてるだけで8点ですよ。そう一応そうなのよ。結構なかなかでかい点数って8点になってそこからそのまたインスタントソーサリー伸ばせれば、ね、スーパンで一応沈められる可能性って全然あるんですよ。そうですよね。だから殴り値としてはかなり一応回避能力がないことを除けば高いはずなんで。そうなんですよね。はい、だから回避能力がないから一応流した方がそうですね、いいんじゃないかっていうことですよね。はい、で追加ターンの呪文で言いますと例えば他に運命の絆とか。これもねもちろんコストはね、はい、7コス重いですが、はい、インスタントのタイミングで4コスでなぜか雑に追加ターンし始めるとやばいですよね、はい、トイメンの斜め前の人の、はい、その次のターン僕ですって言い出したらえみたいな可能なので可能だって面白いですよね。面白いですね。挟むみたいな、はい、あと召し上げ、はい、召し上げは9マナが6コスで打てちゃうっていう、まあ、6コスなら現実的な範囲と、はい、6コスで召し上げ打てたら、はい、これやばいですよね。さすがにバリューは長いと。だって追加2ターンはやられないかもしれないですけど、相手のパーマネントをパクるだけでも、その盤面開くじゃないですか。開くからね。そうなんですよね。だからかなり相性がいいカードになります。追加ターンも結構何枚か入れていただいて、であとナグリッチの話で言いますと燃えさし爪の使い魔ケディス、はい、このカードが逃走者がセットダメージを与えると各対戦相手にその等しいダメージを与える。例えば自分のところはブロッカーいるから殴られる心配ないだろうって思ってたらこいつピッて出されると急にダメージ食らうというね。そうですよね、はい、でその状態で追加ターンとか打たれちゃったり、やばい関係なかったわってなるっていうね盤面一応ダメージで勝てる可能性もありますからね。そうですね、はい、まあその課題でダメージで勝てるっていう意味も含めましてチャンドラの火の目覚めこれ実はすごいダメージしてるんじゃないかなこれ10とかで入ったらやばいですよね、多分10どころで済まない可能性ありますよね普通にね。でだってすごいパワーが例えば本当は夢のようですけど15とか言ってたら15点オールなんですよ。そうなんですね。で盤面流した上で1人15点入るんですよ。さすがにねそこまでで無傷ということはないだろうからそれで死ぬ可能性ありますよね。ありますよね、だこれ結構砲撃強いんじゃないかというまあ夢ばかりはい、膨らんでるんですが、はい、で一応サブプランとしまして、はい、反転観点っていう呪文があるんですけども6マナのインスタントでインスタント操作量1枚ずつ持ってこれるっていうカードなんですけど、はい、なんとこれが3マナで打てちゃうと。3マナで打てちゃう、はい、でインスタント操作で1枚ずつ持ってこれるんで、はい、持ってくるカードは通り抜けっていうウィザードサイクリングと操作リーですね、でインスタントは崇高な典型、はい、っていうカードを持ってきましてウィザードサイクリングして20栄翔をそのまま持ってこれれば崇高な典型と20栄翔のコンボでそのまま決まりますんで、はい、っていうのが一応サブプランとして入れてもいいんじゃないかと。まあそうですね。流れに1ずつサブプランで決めにいける、はい、っていうのは結構強いんじゃないかなとそうですね思いますね。はい、であとはなんかこのデッキに入りそうな面白カードを何枚か探してきましたんで、はい、ご紹介したいんですけども、まずテゼレットの計略
これはどう面白なんですか？これは3マナのファイレクシアマナ1マナのソーサリーでして2ドローなんですけど、はい、増殖できる。増殖とは何なのかってなってるんですねこのデッキの場合はなんとこれの呪文がねこれ0コスで出ちゃうっていう2点のライフでいっちゃう0コス2ドロー、はい、かなりいいです。0コス2ドロー強いですよね。さすがに弱くはない気がするよねはい、であとは神秘の合流点というカードがありまして、はいはいはい、5マナのインスタントなんですけど、5マナのインスタントそんな強くないかなと思いきや 3つの中から3回選ぶことができるものなんですよ。1つが3マナ要求、まあ打ち消しですね。打ち消しです、これを2個選んでもいいってことですよね。3個選んでもいいですし、もう1個がクリーチャー板を対象としてそれをバウンス、バウンスを3回選んでもいいと。もちろんですね。でカードを1枚引く、が3回選んでもいいと。その中から3個どっか選ぶんですが、2マナでそれが全部打てちゃうっていう。そうですね。大体カウンターしつつ2ドローとかカウンターしつつバウンスして1ドローとかね、なりますよね。その盤面に応じて結構使い分けられると。結構強いですよね。2マナはさすがに強い。結構強いですよね。次面白カード、もうちょっと紹介したいんですけども、喪失の後継というカードになってまして、これは赤4マナのソーサリーでして、まず各対戦相手はそれぞれアーティファクト1つを生贄に捧げます。各対戦相手です。でこれにより生贄に捧げられたアーティファクト1つにつき1つの宝物トークンを生成する。だから各対戦相手はアーティファクト持ってたらまさかのマナ増えちゃう、このデッキの場合。まず1マナで打てて、3人大体持ってると思うんですよ。大体持ってる。でことは1マナで3マナ増えるしもで、なんとこのカードフラッシュバックを持ってまして、フラッシュバックはなんと10マナです。打てないじゃんと。打てないじゃんと思いきや、このコストが減るんですよ。なるほど。まず3マナ減りますよね。メルクの効果でね。ってことは5の2なんで7マナじゃないですか。でそっからそれでも重いじゃないですか。でそっからこの能力で統率者のマナコストの総量分減りますって書いてあるんですよ。なるほど。これは5で結構重いからね、結構減ると。そっからさらに5減ると、と2マナで打てちゃうっていう。さすがに強いんじゃないかって。2回全員アーティファクトサクリファイス要求されるのは、そうです。そのマナコストでやっていいことじゃないだろうみたいな。やばいですよね。そうですね。かなりこれ相性がいいんで、これおすすめです。であと最後に1枚だけどうしても紹介したいカードがあるんですが、これいいじゃんっていうのが一番ちょっといいなと思ったカードがありまして、ネジックスの熟達、これ面白そうでして、もちろんご存知の方はいっぱいいると思うんですけども、まず4マナのソーサリーです。であなたの墓地にあるインスタントカード1枚かソーサリーカード1枚を対象として追放します。で追放されたカードをコピーしてそれをマナコスト支払うことなく唱えていいということなんで、なのでこのデッキの場合は普通は墓地に行った追加ターンを1マナで唱える呪文と。やばいですね。その時点でいいですよね。まず1マナで追加ターンを打てるわけですからね。その時点でいいですよね。で、超過の呪文がついてます。でそれは8マナ赤8マナなんですが、3コス軽減されまして、5マナで打てるということで、現実的な範囲と。それ超過をしますと墓地にある各インスタントソーサリーを全部追放します。もうちょっと待てよっていうね。あれとでこれにより追放された各カードにつきそれをコピーしてマナコストを知らうことなく唱えていいと。5コスで墓地にある呪文、今まで貯めてきた、せっかく貯めたのがせっかく貯めたのを全部追放しまして、なくなります。でメイレクちゃんが死亡します。死亡しますが、そっから例えば大勝ちみたいなのとか唱えられるわけじゃないですか。マナも増えまして、マナも増えつつドローもしつつ、追加ターンも打ったりとかできちゃったりする可能性もありますんで、再展開し直せばいいじゃないかと。いうことでこいつ一応紹介させていただいたんですけどちょっと不安がある。なんか超過で打つこと結局かなり少なそうなんだよね正直。1マナで墓地の追加ターンを打つ方が現実的かもしれない。もちろんその後の墓地に落ちてるやつの宝物生み出すとかでコンボ通せるよ。なるほどね。だったら全然超過で打ちますけどね。サブプランですよね正直。サブプランですね。そうですね。まあそんな感じでこうデッキ戦ってくんですけども、いかがだったですかね。普通に 7,8 だと思うよ。楽しそうですよね。なんかあんまり僕もやってて結構味変してんなと思って。
味変のポイントはやっぱりスイープ呪文ですよこれ。ああ、なるほどなるほど。そう、イゼットってあんまスイープ呪文売ってないんで、そうですね、飲み込む塩ぐらいしか、はい、売ってなかったりするんですけど、はい、もちろんこの力にも入りますよ。入りますね。入りますけど、それがスイープ呪文が売っててダイレクトのライフを削っていけるっていうところが、はい、面白いポイントになりますかね。そうですね。はい。まあ他にも、このデッキに入りそうなカードありましたら、はい、コメントしていただけたら嬉しいですということで、チャンネル登録お願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。